Peggy 18.バイオハザードファンの皆さんこんにちは。カプコンの、プロデューサーをさせてもらってます平林義明と申します。一番最近のタイトルで、言えば、バイオハザード HD リマスターの方を、担当させてもらってましたけれども、カプコンに入ってずっと、バイオハザードのゲームキューブ版のリメイクから始まって、いくつものバイオハザードシリーズに携わらせてもらっております。はい、カプコンのディレクターの安保と申します。バイオハザードタイトル、これまで関わったのが、バイオハザード1と2がプログラマーとして関わって、それから、5でディレクターやりまして、それからリベレーションズに入って、リベレーションズ2でまた再びディレクターの方をやらせていただきました。思い出といえばもう僕はもうこだわりの人っていうイメージしかもないですけどね。僕の思い出ですか？そうですよ。はい、一緒にやった時にやっぱイベントカットシーンがねすごいこだわってゲームの方を作ってたじゃないですか。そうですね。そこははいこだわってた部分がすごい出たじゃないですか。確かに時のプロデューサーがかなりクオリティに対しての目標が高い人だったんで、今回初めて海外でチーム作ってやってみないかっていうことを言ってもらって。でいろいろ用意してくれてるのかなと思ったら、全然用意もされてなくチーム作りから全部やることになってね、全然ない感じですね。そうですよね。そういう安保さんだって5でね初めてコーププレイっていう形のそうですね初の試みね。結構大変でしたねコーププレイね。どそれもバイオでオンラインってやったことなかったんで、はい、そうですよね。前例もそれもない中でどういう形を落とし込もうかなっていうので、結構いろいろ試行錯誤やってたんでね。またねアウトブレイクっていうところも1個バイオのオンラインってありますけど、一緒にプレイっていう意味のオンラインは初めてですもんね。コーププレイという形はもう初めてだったんで、ホラーでコープっていうところで結構やっぱ苦労があって、普通にホラーやるとやっぱ楽しさが優先しちゃうんで、ホラーゲームのその怖いっていうところと2人で一緒にやるっていうところをうまくでつなげれないかなっていうので、そのお化け屋敷に2人で入るちょっと感覚みたいな、そういう怖いから一緒に入ろうよみたいなところをうまく出したいなと。そうですね。チームとかもね当時コーププレイなり、ネットワークの他の、ゲームなりずっと深夜やってましたもんね。そうですね。勉強でいろいろみんなでじゃあコープやろうよって言って、やっぱ楽しさがね、そこをねユーザーの気持ちになれるのがやっぱ大事だと思うんで。そうですね。そこははい5で一緒になりましたけど、安保さんってどのバイオから始まってるんでしたっけ？僕は一番最初バイオハザード1から関わってるんですけど、ちょうどその入社したタイミングでバイオハザード1が立ち上げだったんで、そこにチームに入って、そこから2年間でバイオハザード1を作ったんですけど、あれむちゃくちゃ若いチームだったんですよね。当時新人ばっかりが投入されてて、なかなかメンバーが揃わない中で作っていったんで、苦労もいろいろあったんですけど、すごい楽しかったですけどね。結構ディレクターの人がいろいろディレクションをして方針を固めたとは言いつつも、揃ってるメンバーが若々しい感じだったら、さじ加減がわからないんで、結構やっぱ作り込みすぎちゃったみたいなところがあって、当時からもやっぱりみんながもっとこれやったらできるんじゃないのみたいなクオリティもどんどん引き上げていって、でその結果がその1のやっぱ当時のプレイステーション1としてはもうここまでやるかみたいなクオリティにつながってたと思うんですよね。リマスターの方も作ってたじゃないですか。そうなんですよね。あれはうちらもオリジナル作ったメンバーから見てもすげえなってやっぱ思いましたよ。この会社入って僕初めてだったんですよね。どのタイトルに行くのかっていうところで、このバイオハザードの原作をリメイクしようっていうチームが、新人の時に配属された初めてのチームで、12年ちょっと経ってですよ、その時の新人の自分が携わってたタイトルのまさか HD のまたプロデューサーとして担当することになるとは。もうむちゃくちゃ時の先輩たちもこだわってたんで、元のクオリティがやっぱ高いじゃないですか。いやそうなんですよ。もう本当にね、もう今見てもやっぱり HD リマスターの時にいろいろパーツを分解しながら、どういうふうにプログラム作ってたのかなとか、どういうふうにゲームの
キャラクターだったり素材だったりっていうのをやってるのかなっていうのを調べれば調べるほど当時どれだけこう先輩たちがこだわって作ってたかっていうのがもう分かって襟がこうピッとこう立つような気持ちにはなりましたからね。でちゃんとアレンジもゲームに加えられてるじゃないですか、当時その元のリメイクを作った時。そうですね、操作性とかねあったからこそ今出しても全然色あせてないというか、通用するクオリティじゃないですか。本当にやっぱ変えたらまずい部分ってどこなのっていうのは最初に作った時に携わってたのは本当いい経験になったなと思ってて、やっぱドア一つ取ってもゲームのテンポとかっていうもので言えばスキップさせてしまうとテンポ自体をユーザーさんがどんどん早くテンポを作れちゃうんで、これってもともとみんなが楽しんでたテンポだったのかなっていうところでチーム全体こうケンケンガクガクして。最終的には触らないってことにしたんですけど、逆にこう操作性とかっていうところになると昔でいうタンク操作ラジコン操作って呼ばれてるものは絶対にやっぱ残すべきだよねって言いながらも新しいものもいるよねみたいな、ここのバランスはすごく気を使いましたよね。ユーザーさんも変わってってますからね、やっぱ時代に合わせてそれはゲームの中にも、ね、そうそうね、合わせていかないと。まあね、HD リマスターは本当に皆さんに喜んでもらって、ありがたかったんですけど、アンポさんでもその後って何されてたんでしたっけ？1を作った後は、バイオハザード2の方に引き続いてもプロジェクト入ったんですけど、2もやってたんですもんね。そうです。ただ2の間にもちょっといろいろあったんですけどね、噂の 1.5 って呼ばれてる、2を作っていく段階で途中でボツってしまってもなくなった、幻のバージョンというか、幻のね、そこを知ってる人は知ってるというある意味幻じゃないんですけどね。そうですね、もう世にも出てますからね、一応映像とかもほとんどあれ出来上がってたんでしょ？そうです。一通り作ってステージとかも作ってたのをもうクオリティが足りないっていうところでもう一回全部捨ててもう一回作り直した時のプロデューサーが。おかげさまで2はね好評を得て、そうすごいユーザー多くの方に評価されてるんで。だから僕も最初にそのユーザーの一人でしたよ、大学入った時に。ただ今見るとやっぱりちょっともっとこうしたらよかったのになみたいなのが結構やっぱ見えてくるんで、言ってもね15年以上前のゲームなんで、ね、気になるところありますよね。ありますか？じゃあその思いの丈をこの今やってる僕らが一緒にやってるバイオハザード2の、リメイクプロジェクトというところでぜひぜひ存分に、再度またチャレンジできるんですね。そういうことですね。ありがたいです。この嘘くさいこの2人のこの掛け合いがで去年8月に、バイオハザード2リメイクというところで、新しくプロジェクトを、立ち上げることが、できたんですけれども、ここに隣にいる一緒にアンポさんと再び、バイオハザード5以来組ましてもらって、3人目のディレクターという、僕ら3人チームでやってるんでまた今後紹介したいなと思ってる方もいるんですけれども、やることになってなんかこう意気込み的なものをせっかくなので、ある意味2プロジェクトとしては新しい人の紹介になる、そうですね。やっぱ当時、作ってたメンバーとしてはやっぱ思い入れももちろんありますんで、そこをうまく取り入れつつなんですかね、やっぱその1リメイクがやっぱすごいよくできてたんで、もうそこに追いつけ追い越せでできるだけ、今の時代にマッチする2を作りたいですね。ただただねビジュアルが良くなるっていうだけじゃないところで皆さんにどう楽しんでいただけるのかなというところで、僕ら、プロジェクトチームも鋭意頑張っておりますというところで、また楽しみに待っていただけたらと思います。それではファンの皆さんに、バイオハザード20周年ということで、もうこれまでも多くの方に支えていただいてるんですけども、これからも引き続き皆さんに楽しんでもらえるように、いろいろ作っていきたいと思いますので、ぜひとも応援の方よろしくお願いします。20周年ということでもう20歳の誕生日になっている、本当に大きいフランチャイズですし、こういうところまで息づいたのはファンの皆さんのおかげだと本当に心から思っております。また次の周年その次の周年も皆さんと一緒に、祝えるような形で僕らも、ホラーをしっかり、描いていく、フランチャイズを頑張って作っていきたいと思いますので、引き続き今後とも、よろしくお願いいたします。